もうすでにソリオバンティットを持ってるっていう方であれば、こちらのベッドキットとソリオバンティットちゃんはむちゃくちゃおすすめだなというふうに思いました。クロワークス。はい、どうもクロワークスです。ということで今回はサムネタイトルにある通り、こちらのお車、スズキのソリオバンティット、こちらのお車のベッドキットを紹介させていただきたいと思います。今回も撮影にご協力いただいているのはこちらということで、 MGR カスタムズさんにお邪魔させていただいて撮影をさせていただいております。こういった形でですね、 MGR カスタムズさんにはたくさんの車が並んでいるわけでございますが、実はですね MGR さんハイエースのベッドキットだけではなくて、こういった軽ハイトワゴン系の車からですね、こういったミニバン系のお車、ベッドキットなんかも展開していたりするショップさんでございます。はい、ということでこんな感じでね、今回はこちらのソリオバンティットちゃんのベッドキットを紹介させていただくんですが、今回はですねこちら納車されたてでございます。そしてベッドキットも完成したて、出来たてほやほやのこちらのベッドキットを活用してですね、私スグル代表が MGR カスタムズさんのある群馬県前橋市から九州は鹿児島県指宿温泉を目指す、行けるか分かんないけど企画ということで、今日はね立ち寄らせていただいております。旅の動画だったりね、こちらのお車のレビュー動画っていうところはもうすでに公開されてるか、これから公開かっていう形でね、ソリオバンティットちゃんに関しましての動画てんこ盛りで紹介させていただこうと思いますんで、気になる方は下の概要欄からそちらの動画もチェックしていただければと思います。はい、ということで今回はこちらですね、スズキのソリオバンティットちゃんのベッドキットを紹介していこうと思います。実際にベッドキット、まずは皆様にご覧入れましょうということで、リアハッチオープンドーンということで、こんな感じのベッドキットでございます。いい感じに出来上がっている。過去のねクロマックスの動画を見ていただければ分かります。これちょうどね隣に並んでいるのがスズキのスペーシアちゃんとか EK クロススペースとかタンポちゃんとか軽ハイトワゴンのベッドキットなんかも MGR さん出してます。過去にねクロマックスの方でも紹介させていただいてるんで、気になる方は見ていただければと思いますが、こういった形で軽ハイトワゴン系のベッドキットと同じようなレイアウトでベッドが展開されております。ただねこれ1点違うのは、今回スズキのソリオバンティット新型車でございます。今回はですねここの荷室部分広くなりましたよっていうことで、サイズの大型化が進んだソリオバンティットちゃんでございます。なのでその分ねこんな感じで広大なスペースが出来上がっているというような感じでございます。実際にねこのソリオっていう車体自体を紹介させていただいている動画もまた別で紹介しておりますので見ていただければわかるんですが、隣にね並んでる軽ハイトワゴン系の車と比べて一回り、そしてこれまでのソリオちゃんよりもリアハッチ分一回りということで大きくなっている車内、こちらのね広大なスペースにということなので、やっぱ普通車の幅があるだけあってこの横幅の余裕もあるよね。だし運転席助手席ベッドのね末端からここまでの距離っていうところもしっかり取られてるというような感じのお車でございますね。はい、そしてベッドを横から見た絵ということで、こちらね助手席側のドアとスライドドアを自動ドアでピピピピッと開けさせていただきますと、横からはこんな感じになっております。はい、やっぱりね MGR さんのベッドキット、いつもね取材をさせていただくときお話をさせていただいてるんですが、ほんとこういったところのね末端の処理だったりとか、この内張りギリギリのところですねまでねベッドが来るようにっていうことで追い込まれたここの造形、ここなんかすごいよね。ここの R の造形なんかすごいよねっていう形で、しっかり極限まで追い込まれたベッドキットっていう形でございます。でね追い込まれてるからといってこういったフレームだとかね、こういったところのフレームが内張りに干渉してしまうことがないようにということで、こういうねクリアランスが保たれていたり、シートがね倒した状態、ベッドが展開できるシートレイアウトの中でこの高さギリギリまでね低くシートを設定できるようになっていたり、各所にわたってね本当に素晴らしい出来になっております。でねここすごいんですよ。このね後ろペロンとめくるとここに鉄板があると思います。こういった形でベッドキットの足がかかるところに関してはこの1点に荷重がかかってしまうことがないように、強度の部分でね車側に傷がつくことないようにということで、マットの裏側、こちら側もそうですよ、こちら側もこちら側も足がつくところに関しては鉄板が出来上がっていたり、ここの部分に関してはこれ後でお見せしますが、
しっかり一枚物の板の上に足が乗っかるようになっていたり、後ろのねリアハッチのところに関しましてもこういった形で、これは鉄板だね。鉄板でしっかり強度が確保されるようにということで、車側がね傷つくことがないような設計にもなっております。やっぱこっち側見るとすげえな、ここの R の処理とかっていうところが本当にもうボディの際のところにピタッと収まるようにカットがされている車内でございます。いやー本当に素晴らしい。こんな感じのね車内なんでございますが、今見ていただいているのはフル展開状態なので、これからねいくつかのレイアウトをお見せします。でそのお見せするレイアウトの他に、こちらのねトリオバンディットを紹介する動画でも触れているんですが、ここのギミックがね今回すごいんですよ。ここのギミックがすごいんで、ちょっとご紹介しようと思います。実際にねここラゲッジスペース、下の本来であればスペアタイヤが収まるような位置のラケットスペース、はい、実際ねこの状態だとここにベッドキットの足が来てるんで上げることができませんっていう状態なんですが、ここのフック見てください。ここのフックにですねこちらの紐をですねグッとかけさせていただいて、よよよよよいとここにグッと持ち上げて引っ掛けますと、はい、ここの部分ねあんま強度がないんで、ここに思いっきり荷重がかかるような扱い方はしないでほしいっていうような話なんですが、こういった形でですね少しだけ足を上げさせていただくと、なんとここのねクイックリリースを開けてよいしょポコンと曲げるだけで足が上がりますと。これね僕今左手でカメラを持ってるんですよね。使えるの右手だけなんですけど、片手でこれ全部できるよっていう状態で、はいと、はい、ここにラケットスペース、超広大なラケットスペース、むちゃくちゃ広いんですよ。超広大なラケットスペースを確保することができると。これねスペアタイヤね、純正サイズのスペアタイヤテンパーじゃなくて入れたとしても全然余裕のスペースがあるぐらい余裕なスペースが残ってますんで、このスペースは素晴らしいよね。でこれを潰したくないということで開発に時間をかけてわざわざここ、はい、作られたというような話なんです。このギミックに関してはこれソリオバンティットだけっていうような形で今回新開発されたこのギミック、これはすげえと思うわ。戻す時も簡単、よいしょでスコンというような形でもう簡単に戻せます。でこのねフックをプッと外してあげるとそのままベッドが出来上がると。これはすごいよね。こんな感じのベッドキット、これはねこの車に関してはね開発にかなり時間がかかりましたっていうことを MGR さんからも伺っておりますが、もうご納得の仕上がりでございます。はい、ということで、そしたらこの状態でねベッドフル展開状態なんですが、実際に運転可能な状態にねレイアウトをちょっと変えてみようと思います。はい、ということでまずは運転席だけ使えるように展開してみました。はい、ということで運転席だけ展開してみましたが、運転席部分のね天板とフレームを取り外すだけ、外したフレームとね天板部分今一旦ここに置いてありますが、この状態で一番下げた状態、シートを一番下げた状態でも足元にこれだけのスペースが確保できます。そしてリクライニングに関してもよいしょっとググッと、はい、シートを一番下げた状態でもこれだけのリクライニング量確保できてます。シートをねもう少し前に出せば出すほど寝かすことができるんで、ちょっとしたねシートを倒して軽く休憩なんていう時にも使い勝手がいいような位置でね、この後ろ部分の天板ベッド部分が切れてるという印象ですね。これは使いやすそうだな。でねこれもう納車されたてほやほやのソリオバンティットちゃんなんですが、クルーズコントロールがついてたりなんだりってね結構いろんな装備ついてたりします。こちらのお車の紹介に関しては別の動画で紹介してますんで、そちらの方よかったら見ていただければと思います。そしてここね後ろの後部座席荷台部分のこのベッド部分天板に関しても左右分割になっているということで、これねファミリー需要も考えて、もちろんね助手席を分解することもできますが、運転席助手席後部座席の3名乗車仕様で展開することも可能な作りになっているそうなんです。今回はね実際にこちらのお車を使って車中泊の企画、車中泊の旅に出させていただくということで、レイアウトに関しては別の動画でも紹介していこうと思うんですが、僕が考えるお一人様車中泊の仕様の一つとしてこの運転席だけ展開した状態ってかなりありだと思うんですけど、試しに後部座席側
取り外した状態、要は左側の片側前後だけベッドを展開した状態で利便性は果たしてどうなのか、そこをねちょっと検証してみたいと思いますんで、今から後ろのベッド部分、片側ですね、運転席後ろ側のベッドを取り外してみようと思います。はい、ということでもう簡単に外せました。すげえ簡単だなこれ。はい、ということで皆様にねちょっとどういう仕組みかっていうのをご覧に入れようと思います。はい、ということで実際にね運転席後ろのシートを展開した状態になっております。展開した状態なんですが、これすごいんですよ。これ見てください。これがスライドで、これが背もたれだ。はい、ということでこちらですね、これ今取り付けっぱなしになっております。これでそのままいけるんですかっていう話をしたら、これねさっき説明した通り、ここ2列目シートの背面部分にこれ足を取り付けるための板が固定されております。これ何で固定されてるんですか、両面テープだけですかっていう話をしたら、ここなんですよ。このねソリオバンティットに関しましては、チャイルドシートを止めるためのこういうねマジックテープが存在してるらしいんですよ。これなんでそれを活用してしっかりと、もちろんね間に両面テープ、面ファスナー的なのも取り付いていますが、それを活用してピタッと取り付けることができて、さらにこのまま足をねここに残したままでも簡単にシートを起こすことができると。なんでね普段は運転席だけ、運転席助手席だけでベッドを展開している時でも、いざっていう時にもう1名乗車が必要っていう風になった時でもすぐにねスッとシートが取り出せるように、そういうレイアウトになっているんだそうでございます。で万が一ねいらない場合に関しましては、こういう感じでここの部分のメンファスナーを外せばポコッとすぐ足の部分も取り外しができると。このねここのチャイルドシートの部分にフックでこういったところで簡単に取り付けができて固定が容易になるようにっていうことで出来上がっております。もちろんねこうやって取り外して置いておくことも可能です。いやこれは素晴らしいよね。利便性がむちゃくちゃいいでございます。はい、ということでね運転席シートを一番前まで出した状態で後部座席こんな感じでございます。これすごいな。ちょっと座らせていただきますね。よいしょということで乗車しましたが、足元すごい広々、そしてねよいしょこんな感じでここにテーブル、ドリンクホルダー付きのテーブルを出すことも可能でございます。助手席側に関してはこういった形で前後にベッド展開してるんで、ここに就寝スペースを確保したままテーブルとサイドテーブル的に後部座席で休むこともできるという感じでございます。こんな感じの車内やっぱこのレイアウトいいよな。個人的にねこのレイアウトいいんじゃないかななんて思ってたりもします。はい、ということでこんな感じで運転席の後ろにシートを展開してくつろげるスペース、しかもねこれ肘掛けも出せますからね、出せる状態にしておきつつ就寝はここでっていう形です。で車中泊するにあたって皆さんちょっと気になるこのベッドの部分から天井までのクリアランスなんですけども、ちょっと乗ってみますね。ということで今ベッドに乗ってるんですが、この車のベッド、一番ね低く設定できるような形で設計されているベッドキットでも、このソリオバンティットだと正直ね身長170センチ前後、実際は168センチ、足よりも座高が高めの私スグル代表だと軽く頭が使えるかな、そんな感じでございます。なんですがちょっとこれ後ろ向き、背中向ける形になっちゃいますけど、こういった形でですねベッドから下に足を下ろしてこうやって降りれるスペースっていうのがしっかり確保されているので、そんなに体勢的にはきつい動作じゃないかな。なんで運転席でもこっちのね後部座席部分のここのベッドを展開したままでも運転席部分っていうところがしっかり確保されてさえいれば、スライドもね一番後ろまで結構な高さまで倒せるので、居住スペースを運転席部分にしてここも荷室としてしまって、運転席側からのアクセスでもいいですし、こういったね形で後部座席でゆったりできるスペースを確保しつつ、こういった形でのアクセスでもね全然構わないというふうに個人的には思います。どうしてもねこのベッドと天井のクリアランスっていうのは、このシートのレイアウト、運転席助手席側のシートの追い込みのレイアウトの方法によってだいぶね高さっていうのは制限が出ちゃうので、お車自体の問題っていうところになってしまうと思うんですが、視聴者さんの中には要は横になって仮眠が取れればいいよと、車の中での快適なスペースというよりも、例えば釣りとかスノーボードとか、ウィンタースポーツとかね、波乗りとか、
そういった、アウトドアのスポーツのためにね、現場に早めに到着して日が昇るまでとかちょっと休憩ができる横になるスペースさえ確保できてればあとは何でもいいっていう方も結構多いので、まあ車内の居住性を気にかけないんであれば正直ソリオのこのスペースは全然利便性高いかななんていうふうに思います。まあ個人的な話をすると車内の居住性っていうんでこのベッドから天井までのクリアランスっていうのもね一つの、ポイントにはなってくるんで、個人的にはもう少しねクリアランスあった方が嬉しかったかなと思うんですけど、それはもうねメーカーさんのシートのレイアウトの問題になってきちゃうんで何とも言えないんですが、少なくとも今回ねこちらのお車をお借りして長距離走らせていただきながら車中泊を楽しむっていうことをさせていただきますけど、そんなに気にならないかなっていう気がしております。はい、ということでこんな感じでレイアウト2パターン考えてみましたが、本日ねこの後後ろに見えますかね、クロワークス号初号機ネオちゃん、はい、乗ってきておりますが、普段ね常設している車中泊キャンプアウトドアグッズなんていうところをねこのソリオバンティットちゃんの方に移設しまして、実際に5日間から1週間ぐらいかかっちゃうかな、旅に活用させていただく動画他でも公開しておりますので、他のシートレイアウト他の車中泊環境っていうところをですね、気になる方がいらっしゃいましたら別で公開している旅の動画たちなんかも見ていただければと思います。またね今回の旅企画に関しましてはプレゼント企画も一緒に考えております。なんでプレゼント企画の詳細に関しましても気になる方がいらっしゃいましたらソリオバンティットちゃんの旅企画動画見ていただければ皆様に MGR カスタムズさんのベッドキットのプレゼントなんていう機会もありますんで、気になる方はそちらもチェックしてみてください。はい、ということで今回はですねこちらソリオバンティットちゃんのベッドキットを紹介するということで動画を撮影してみましたがいかがだったでしょうか。私ねこれからこちらのお車に荷物を積み込みまして MGR カスタムズさんのある群馬県前橋市から九州は最南端にあります指宿の温泉の方までですね、行けるかわかんないけど目標として5日間から1週間程度の旅に出させていただくっていう企画の直前でございます。はい、これからですね私はこちらで出発させていただいてっていうことであれしたいこれしたいこんなこともできるこれ楽しみだななんていうことがいっぱいあって今僕はワクワクしまくってる状態での撮影だったんでちょっと早口になっちゃってたりねテンション上がりすぎちゃってたら申し訳ございません。ということでですねこんな感じで、ソリオバンティットちゃんのベッドキット紹介っていうことで紹介させていただきましたが、この後旅に出ていった中で例えばね隣に人を乗せる環境があればとか隣のねシートレイアウトをシートを展開した状態で運転してみたりとか全面展開した状態でのベッドの活用での車中泊だったり、あとはねさっきお見せした通り後ろ側を取り外した状態で荷物を積んでみてのレイアウトだったりっていうことでお一人様車中泊場合によってはお二人様車中泊っていうことを想定した上でね展開できるシートレイアウトっていうのを試しながらね旅をしてみようと思いますんで、そのシートレイアウトと実際に荷物を積み込んだ感じどんな感じなのかなって気になる方がいらっしゃいましたら旅の動画そちらも参考にね見ていただければと思います。またねプレゼント企画なんかもあったりするんでそちらの動画もぜひチェックしてみてください。はい、ということで、約1500キロ弱こちらのね新型ソリオバンティットちゃんの開発されててほやほやのベッドキットを使用してね8日間のね旅をさせていただきました。ですので、僕がこちらのね開発されたてほやほやのベッドキットをがっつり使用させていただいたところも含めてね少しお話をさせていただければと思うんですが、今回僕はお一人様車中泊ということでこちらのお車を活用させていただいて車中泊の旅をさせていただきました。で、結論から言うとお一人様車中泊であればめちゃめちゃ使えるっていうそういうお話でございます。基本的にねお一人様であれば運転席を常設のままですねベッドを展開することなく運転席をそのまま残した状態で就寝スペースが確保できているのでお一人様であればもう難なく車中泊することができるよっていうようなそういうねレイアウトでした。ただもし車中泊をする車を探していて、ソリオバンティットっていう選択をもししようとしているのであれば気をつけなければいけない点がいくつかあるかなっていう感じでございます。これはもうねMGR カスタムズさんのベッドキットがどうのこうのではなくてこの車ソリオバンティット自体の車の問題によりっていうところなんですが、これねベッド一番低く設定したとしてもよほど身長が低い方でないと頭が
ここに座った時点で使えてしまうぐらいの高さぐらいしか確保できておりません。これはもうシートレイアウトの関係上、一番低く設定してこういうような形だったので、もう致し方ないところなんですが、こうね、車内で、例えばここに座ってね、長時間くつろぐっていうような用途にはあんまり向かない部分がありました。車内の快適性をより求めるような方であれば、車種選択の時点で、ベッドキットをね、設定して、車内に座ったところで頭が使えないような、そういうお車を選定する必要があるかなというふうに思いました。ただこの、車の中でね、なるべく快適に睡眠をとることができて、ベッドキットがあって、もうすでにソリオバンキットを持ってるっていう方であれば、こちらのベッドキットとソリオバンキットちゃんはむちゃくちゃおすすめだなというふうに思いました。何よりね、完全フラット状態を作り出して、就寝することができるっていうのを作り上げておくっていうことは、例えばね、ウィンタースポーツなり釣りなりっていうのを楽しまれるスタイルで遊ばれてる方結構多いと思うんですけれども、完全フラット状態で睡眠が取れる、就寝ができるっていう状況は、これね、その翌日の体調にかなり影響を与えます。で、このベッドキットに関しましては、ここね、ある程度高さがある形で、下にニス部分を残してあるので、汚れ物とかね、そういったものも下にしまうことができて、就寝スペースはある意味お部屋の延長線上として使うことができるようなね、レイアウトできると思います。はい、ということで今回は MGR カスタムズさんにご協力いただきまして、納車したてほやほや、完成したてほやほや状態のこちらのソリオバンティットちゃんのベッドキット紹介する動画撮影してみましたが、いかがだったでしょうか。この動画が面白かった、参考になったという方がいらっしゃいましたら、ぜひとも動画の評価とチャンネル登録お願いいたします。また Twitter、Instagram、クロワークスのブログのチェック、こちらもぜひともよろしくお願いいたします。はい、ということで今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。ということでですね、はい、クロワークス号初号機ネオちゃんの荷物をソリオバンティットちゃんに積み込み旅に向かって進んでいきたいというふうに思います。どんな動画が公開になっているのか、ぜひともチェック。